テクラウドでジョンです。今回はね、タウンホール17になったということでね、早速ね、新しい戦術とかね、いろいろ触っていきたいなっていう感じなんですけどね、今日はね、ドラゴンやっていきたいと思います。タウンホール17がね、出てからね、少し経ったとは思うんですけど、多分ね、昨日の動画にはね、ライドラのアタックがね、出てるかなっていう感じで、同じくね、レベルの上がったドラゴン試してみようかっていうことでね、今回はね、対戦がね、アタック残ってるっていうところなので、2アタック。でサバカの方ではね、2アタック攻めたんですけど、なんかね、やっぱ面白いよね。今僕ね、タウンホール17のの赤がね、一番下で、僕のタウンホール16の赤がね3番目まで上がってくるっていうこのね、イーグル砲があるかないか、もう全然乾燥してないですからね、このタウンホール16。いろいろおかしなことが起きているっていうところで、ぶっちゃけね、タウンホール16の赤で攻めるときに、タウンホール16の赤を攻めるよりも、17の赤を攻める方がね、簡単という、これまたバグが起きてますね。それだけタウンホールの爆破がないことによってね、タウンホールがなんか簡単やな、みたいな。イーグル砲もないし、タウンホールの爆破もないし、みたいな感じで、なんだろう。上げたばっかりのタウンホール17攻めるんだったら、タウンホール16攻めるより全然簡単っすね。ということでね、簡単にサバカの方も星6を取ることができて、で、この星6のなんだろう、取り方みたいな感じの余力的な話で言っても、やっぱりね、16攻めるより圧倒的に簡単だったなっていうのが感想っすかね。というわけでね、対戦の方やっていきたいんですけど、ドラゴンラッシュで、今回1本目ちょっとクローン試してみようかなってことで、タウンホールの爆破がなくなったんでね、タウンホールのなんか、この辺にね、適当にクローンでドッカーンやろうかな、みたいな感じなんですけど、どっから攻めるか、あんま決めてなくて、で、ちょっとね、コンセプトとしてはガーゴイル使ってみたいんです。ガーゴイルプリンスをね、使ってみたいんで。残念ながらね、このクランは防衛援軍は結構ガチでね、スーパーガーゴイルが出てくることをね、にやかで確認してるので、そうだな。クラン上の範囲にはできればヒールは入れたくないんだよね。今回の場合はキング使わないんでクイーンだけになるんですけど、安いこういう向きなんで、上から適当に行くかな。タウンホール突撃艦投げるの結構最近では僕の中で結構珍しいですね。安い固めて奥にクローンとか入れるか爆破ないんだったら爆破ないんだったらさ、もう、奥壊せるくね？欲張りクローンかけるか。欲張りクローンかけましょう。で、アロー飛ばすかワンチャン。でも内側からここを歩かせるか。この対地クロスうざすぎるんだけど、一旦無視するか。一旦目つぶってなかったことにして、この対空砲うざいね。この対空砲うざいからちょっと、誰かなんとかして。誰かなんとかしてプランで、おっしゃった攻撃。こんぐらいでいいんですよ。プラン体制なんてね。みんなダメですよ。ちゃんとプランに迷惑をかけないようにみたいなね、あると思うんですけど。スーパーババリアンで削るか。だから、1、2、1で削って、ちょっとこの辺の周り削って対空砲に触れるようなアクセスをね、頑張って目指しましょう。で、ヒーローが結構外周部にね、触れるようになったことも結構めんどくさいことの要因ですよね。一旦ドラゴンで、はい。バルーンが。バルーンが触れてない。で、引きで見て、さすがにトームをこの突撃艦に合わせていくっていう感じになるんですけど、ドラゴン1体無。これは、あれそれえぐくてそれえぐくて、なんか勝手に突撃艦トーム入ってなかったんだけど、これちょっとひどくない？スーパーバーバリアンで一応取れました。クイーンで拾います。気合。でこのレベル90のこのあれがね、結構ウォーデンと見た目被ってて分かりづらいんですけど、中央呪文いらないですね、これ。いや、打ちましょう。こう打ちましょう。これが強いかも。で、こっち向け。はい、ここ。ルイちゃん落ちちゃったんだけど、ルイちゃんじゃない、クイーン落ちちゃったんだけど、あとはご了承できるって、こんなん。このね、フェニックスのね、ガーゴイル強いっす、ガーゴプリ。ほら。ガーゴイルプリンスってさ、なんだかんだ、ちゃんとくっついていかないじゃん、この人たち。
なのでね、自由行動をするんですけど、単独行動になりやすいので結構フェニックスがね、結構会いやすいよみたいな話もあったりして。まあ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 。ちょっと序盤の赤なんでね、全開取んなきゃみたいなところはあるんですけど。まあ突撃艦にトームが入らなかった。俺、あれ入ってなかった本当に。入ってただろう。びっくりしたな。まあまあまあ。なんとか届いたんでね。タウンバックがないからこそなんかね、バルーンもなんとかなるみたいなところあると思うんで。はいはいはい。まあ一旦いいでしょうと。NEXT ということでね、次やっていくんですけど、ちょっとね、次はガーゴイル不採用でキング使っていくようにしようかなって感じで。まあさすがにね、配置が配置というだけにね、タウンホールをね、なんかジャイアントアローで起動しても良くなったっていうか、まあもともと起動してるじゃないですか。このインビジブルタワーね、解除しようとした時にジャイアントアロー今回使うかなと思うんですけど、タウンホール起動しちゃうのが結構デメリットだったじゃないですか、今までって。まあ、そのデメリットがね、今回はジャイアントアローを打ってもいい。タウンホールがね、どうせ起動してるんでね、このジャイアントアローのタウンホール起動してしまってるデメリットみたいなのがなくなるんでね、まあ打ち得になりましたよと。で、今回はタウンホールがね、もう完全に放置されてて、なんかバルーン増やしたところでみたいな感じなので、まあ、突撃艦使う意味がないので、シューター使うかなと思ってます。6時ですね。まあ、この迫撃砲さえ壊してしまえば、なんかこの辺適当にね、シューターで削れるんで、一旦待って、3時からジャイアントアローをぶっ飛ばしながら、キングだけ内側入れて、クイーン外周歩かせて、9時からね、このインビジブルターが解除されたところにドラゴンぶっ刺して、あとは頑張れっていうプランですね。まあ、なんとかなるっしょ、こんなん。さすがにいけると思うけど、こんなん。一旦ね、迫撃壊してシューターをお祈りタイムなんで、まずは迫撃砲を壊していきましょう。1、はい。で、ウィザードで、ね、持ってきてみたんで、まあ、対戦なんでね、せっかく、ユニットもしっかり使って解除とかね、いろいろやっていきましょうということで、はい。このダッケリタンクとかこの辺もサイドカット用にね、シューターでこの辺のダメージが入るんで、ウォールブレーカーだけ入れておくと。テスラ入るんだ、なるほど。地味にウィザードとか新レベルだね。この投石とかあたりをね、このシューターが触り始めたらいい感じかなって感じなので、もう一発撃ったにしようかな。あ、やべえ早すぎた。まあ、いっか。やべえやべえ。やりかした。キング入らんか。まあいいや。おでもっちょい前、おでもっちょい前。オッケー。キングに反応して戻ってきてほしいんだけど。ダメか。ほな、こうしよう。一応タウンホールにはフリーズとかかけといて。まあ、スケルトンの呪文とか置いといて。ちょっとインビジブルタガーなんか戻ってきそうな雰囲気があるので止めといて。伝軍のポイズンちょっとむずいね。ここは対空砲にフリーズをかけて、レイジ打って、まあ、ポイズン適当に打って、まあ、回収して、インビジブルタワーの発動解除するのに早出しすぎては当たり前じゃん。そんなんなるよね。あれものすごい勢いで駆け抜けてた。関係ないんですよ、対戦なんて。星6取れればね。ということでね、なんだろうね。ワンチャンタウンホール16のより、なんか初動は簡単な空気出てるね、これ完全にね。はい。というわけでね、今日はね、ちょっとドラゴンラッシュをやってみたんですけど、ちょっとウィザードとかいらないんで、戻して、スーパーバーバリアン入れて、アーチャー足してガゴか。多分ね、皆さんもね、この辺やってきて、慣れてきたところじゃないかなと思うので、いろいろね、試してるとは思うんですけど、どうでしょ
ガーゴイルはね、一応僕、なんか、水色の鉱石だけは結構余ってたんでね、14レベぐらいまでは止めてあって、なんだかんだね、パープルの鉱石が集まりづらいっすね、これね。いつも思うんだけど。で、クイーンがね、キングの盾を失うってなると、まあ、マジックミラー使ってね、ヒーラー人形使ってみたいな形が多いのかなって感じ。まあ、ワンチャン、ロイちゃん外してキングクイーンで外周歩かせる方が強い説はワンチャンあるんだけど、ここ難しいよね。ガーゴイルプリンス採用したとき、キング使うか、ロイちゃん使うか、結構まあ配置によって使い分けができるかな。まあ僕はロケットスピアがまだね、ノーマルモードだとカンストレベルにはなってないので、この組み合わせなんですけど、カンストしてる人からするとね、また違った使い方もね、ロイちゃん出てくると思うんでね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。多分ね、みんなも、ドラゴン系の編成はね、結構いろいろ試してる人も多いと思うんでね。クローンだったり、やっぱスーパーアーチャーとかもね、結構強いんじゃないかみたいな感じで僕らのメンバーさんとか結構言ってたりして、シンプル新環境ね、楽しくなってきたんじゃないかなというところですかね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。